FX のトレードで精度を上げたいと思いませんか？そんな時はローソク足のヒゲにもっと注目してみてください。細かい部分ですが、ローソク足のヒゲを意識してチャートを見ていくと、反転の目安を見極めることができるので、トレードの精度が上がります。そこで今回は、ローソク足のヒゲについて深掘りをしていきます。この動画を最後まで見れば、ローソク足のヒゲの活かし方が明確になって、今より精度の高いトレードができるようになるでしょう。ヒゲで変わるエントリー精度。FX では、ヒゲをちゃんと見ることで、エントリー精度は結構変わります。例えばこの画像で、あなたなら、どちらの方が買いでエントリーをしやすいでしょうか？実際のエントリーでは、全体の流れや、サポレジなども大きく影響してきますが、ここではこの画像だけで判断してみてください。どうでしょうか？私であれば左側の方がエントリーがしやすいです。なぜなら、左側の方が下髭を出して、明らかに下に行くのを嫌がっているのがわかるからです。下髭が出ることで、売っている人からすると、反転しそうで嫌だな、という心理が働きます。この心理が、利益を取り逃したくない気持ちにつながって、売りの決済が出やすくなります。その結果、反転上昇をしやすくなります。一方で右側の方も、少し揉み合って反発しそうな雰囲気を出しています。しかし、髭が出ていない状態だと、売っている人たちからすると、下げの勢いが強いから、まだ下がる可能性の方が高いな、と考えてくるので、決済がそこまで多くは出ません。売りの決済があまり出ないということは、反転上昇もしづらくなります。では、2つの画像のその後の動きを見てみましょう。髭を出している方は反発したけど、そうでない方はそのまま下がっていきました。このように、ローソク足の髭によって、トレーダーの心理が正反対になるので、その後の動きがかなり変わってきます。そして、このことがエントリー精度にも大きく影響してくるので、ローソク足の髭というのは FX をする上で重要な意味を持っているのです。もちろん髭が出た方も、一旦反発をした後に下がることもあります。ただ、髭が出ることで、売り側が弱気になることも確かなので、反転する確率としては、髭が出た方が明らかに高くなります。髭を意識することで、決済の精度も上がる。ローソク足の髭は、エントリーだけでなく、決済の精度も上げることができます。例えば、あなたがこの画像の黄色丸で、売りポジションを持っていたら、どちらの方が、もう下に行きそうにないな、と感じるでしょうか？両方とも反発し始めているのですが、私からすれば、左側の方がこれ以上下へ行けない雰囲気を出しています。なぜなら、髭が何本も出ていると、下へ何回も行こうとしたのに、失敗しているのがわかるからです。この動きが出ることで、もうこれ以上下がらないかも、と考えるトレーダーが多くなるので、売って含み益になっている人たちは、今のうちに決済しておかないと、含み益が減る可能性が高い、と判断して、決済をし始めます。また、髭が何本も出ることで、買いを狙っている人たちも、髭を連発しているな、ということは、これ以上下がりそうにないから買いでエントリーをしよう、と判断して逆張りで買ってきます。これらの心理によって、反転する可能性の方が高くなります。一方で、右側の場合は、少し強めに反発をしているのですが、髭が出ていないので、下へ行こうとしてダメだった形跡が見えません。よって、反発の合図がそこまで明確ではありません。これだと、売っている人たちからすれば、一旦上がってきても、もう一回下がってくる可能性があるな、という判断ができるので、そんなに決済をしてきません。また、買いを狙っている人たちも、髭が出ていないことで、反発をし始めているけど、もう一度下がってくる可能性があるな、と考えてくるので、新規の買いをあまり入れてきません。これらの心理が働くことで、上昇する力があまり出ずに、下がってくる可能性の方が高いです。では、その後の動きを見てみましょう。下髭が何本も出ていた方が反発をして、そうでない方は下がっていきました。これを決済に活かす方法として、髭が何本も出てきた場合は、反転する可能性があると見て、上がり始めたら利食いをします。もしくは、半分決済をして、残りの半分を縦値決済覚悟で伸ばすでもいいです。逆に髭が出ていない場合は、
もう一度下がる可能性の方が高いので、利食いを我慢して伸ばすことができます。もし利益を取り逃すのが嫌な場合は、ある程度伸びきったところで半分利食いをして、もう半分の利益を伸ばすでもいいです。このような感じで、ローソク足のヒゲを意識するだけでも、エントリーの精度だけでなく、決済精度も高めることができます。意識される場所でのヒゲは意味が大きい。ローソク足のヒゲを意識すれば、エントリーや利食いの精度が上がりますが、その精度をさらに高めてくれるのは、目立った高値や安値、切り場といった相場参加者に意識される場所でのヒゲになります。例えば、現在の状況が次のようだったとしましょう。この状態を見ると、直近の安値で反発して上がり始めていますよね。しかもよく見ると、下髭が出た後に反発しています。これはまず、直近の安値を下へブレイクしようとしたのですが、抜けきれずに失敗して、下髭になりました。下髭になったことで、上の方から売っていた人たちが、あ、ブレイクに失敗した、と判断したことで利食いをしてきます。さらに、直近の安値をブレイクすると思って売った人たちも、この下髭を見ることで、あ、ブレイクに失敗した。じゃあ逃げないとやばい、と判断して損切りをしてきます。これによって、レートが上昇していきます。この上昇を見たことで、次に出てくるのは逆張りの買いになります。逆張りで買いを狙っていた人たちは、直近の安値で下髭が出て、ブレイクに失敗したのを見ると、反転する可能性が出てきた、と考えます。そして、実際にレートが上昇してくると、ここから反転していきそうだ、と判断して買いを入れてきます。そのため、さらにレートは上昇していきます。では、この後の動きを見てみましょう。売りの決済と逆張りの買いによって、レートがさらに上がってきました。しかも、戻り高値も上抜けてトレンド転換をしています。しかし、戻り高値を上抜けた後の動きを見ると、上髭を出して下がっていますよね。実はここには切り板があって、そこが意識されて下がってきたのです。この切り板では、まず逆張りで買ってきた人たちの利食いが出ます。本当は利益を伸ばしたかったのですが、切り板を上抜けようとしたけど、失敗して上髭になったのを見て、あ、切り板が意識されてる。じゃあ、ここから下がってくるかも、と判断して利食いをしてきました。次に、売りを狙っている人たちもいて、その人たちも、切り板で上髭を出すことで、切り板が意識されているな、ここからまだ下がるかもしれない、と考えて売りを入れてきます。この切り板で上髭が出ることで、二つの心理が働いて下がっていったのです。では、この後の動きを見てみましょう。今度は反転して、一気に上昇していきました。しかも、切り板も強く上へ抜けています。反発をして上昇した起点を見てみると、逆三尊の右肩の位置にいます。このチャートパターンが相場参加者に意識された上に、逆三尊の右肩では、下髭陽線が出ていますよね。この下髭陽線が出ることで、下落しようとしたけど失敗した形になって、逆三尊が意識されて反発したというのが明確になったので、買いを狙っていた人たちが一斉に買いでエントリーをしてきました。さらに、売りポジションを持っていた人たちも、この形が出たことで、いい加減逃げないと利益がなくなる、と判断して決済をしてきました。この二つの動きによって、一気に上昇していったのです。それでは、この後の動きを見てみましょう。一気に上昇した後に、押しが入って、また上昇していますよね。しかも、上昇した起点は切り板になっていて、ローソク足も下髭が出ています。これは、今までレジスタンスだった切り板を上へ強く抜けることで、今度はサポートに変わって、そこから買いが入ってきました。また、陰線ではありますが、下髭が出ることで、切り板が意識された合図を出しています。よって、次のローソク足から買いが入って、大きく上昇していったのです。ここまでの流れを見ると、直近の安値で下髭が出て上昇する。切り板で上髭が出て下落をする。逆三尊の右肩で下髭が出て上昇する。切り板で下髭が出て上昇する。といったように、相場参加者に意識される場所で髭が出ると、必ず反応していますよね。このように、切り板などの意識される場所で、下髭や上髭が出ると、反転の目処、
押し目買いや戻り売りの目処、といったことがわかりやすくなるので、トレード精度を上げるのに大きく役立ちます。髭は騙しを利用するときにも有効。私が髭を重要視するもう一つの理由に、騙しを判断するときにも使えるからです。例えば、このチャート画像の黄色丸では、下髭が出た後に大きく上昇していますよね。このチャートの左側を見ると、目立った安値があります。ここをブレイクしようとして、騙しが起きたのです。まず、ブレイクをする時の状況が、次の状態だったとします。この時のローソク足を見ると、上髭陰線になっています。これは一旦反発したけど、下げの力が強かったことで、再度売りが入って下落をしてきました。この形を見ることで、多くの相場参加者が、目立った安値を大きくブレイクする、と判断して売りを入れてきます。これによって、目立った安値をブレイクしていきます。しかし、ブレイクしたはいいものの、その後に下げが続かずに上がり始めて、下髭を作り出しました。ブレイク売りをした人たちは、この動きを見ることで、あれ、下がると思ってたのに下がらない。もしかして騙しが起きたといった感じで少し焦り出して損切りをし始めます。そしてさらに上がっていくと、これはやばい、騙しだと大きく焦って一斉に損切りをしてきます。こうなってくると、今度は騙しが起きたと判断して、買いで入ってくる人たちも増えます。これによってさらに上昇していき、騙しが完成します。あとは新規の買いが入って、売りの損切りがどんどん出てくるので、それに伴って大きく上昇していきます。このように、ローソク足の髭に注目しておくことで、騙しを判断することもできます。私の場合も、この騙しを利用してトレードをすることがあります。エントリーをする場所としては、ローソク足が1本確定してからです。なぜなら、ローソク足の下髭要線で確定した方が、明確に騙しが起きたとわかるからです。このように、ローソク足の髭というのは、騙しを判断するのにも使えるので、トレードの幅を広げることもできます。髭を活用したトレードの一例。それではここからは、まとめ的な感じで、髭を活用したトレード例を紹介していきます。まず、現在の1時間足が次のような状態だったとしましょう。この状況を見ると、上昇トレンドになっていますよね。つまり、買いが優位な状態なので、トレードとしては買いを狙っていきます。この時に反転しそうな場所でエントリーをしたいのですが、現在の場所をよく見てみると、サポートラインを引くことができます。よって、ここで反発をして上昇していく可能性があるので、買いを狙っていきます。ただし、この場所に来るまでに、下落の勢いが強い状態で戻ってきているので、すぐに入ることはしません。そこで、ここから5分足に変えて、エントリーのタイミングを探っていきます。現在の5分足を見てみると、次のようになっていました。いきなり下髭が出ているので、この場所が意識されていそうですね。ただ、下落の勢いが強いので、もう少し様子を見ていきます。では、ローソク足を2本進めてみます。強い下落の流れから、陰線が続いているのですが、下髭も出ています。ここで下げ止まるか見たいので、もう一本ローソク足を進めてみましょう。また陰線が出て下へ行こうとしているのですが、下髭が出ているので、買いも入ってきている感じですね。それでも陰線が続いていて、ここから下がるかもしれないので、次のローソク足を見てみましょう。ここで急に陽線が出てきました。やっぱりこのサポートラインが意識されているみたいですね。これで反発の兆しが見えてきたのですが、陽線が1本だけではまだ買うには早いので、もう少しローソク足を進めてみます。引き続きサポートライン近辺で動いていますね。陰線が出て相変わらず下へ行こうとしているのですが、買いも入ってきて下髭も出ています。この動きを見ていると、下へ抜けさせたい人たちと、抜けさせたくない人たちが戦っているのがよくわかります。では、ローソク足を2本ほど進めてみましょう。今度は陽線が2本続きました。現在のローソク足を見ると、下髭陽線になっています。これは、一度下へ行こうとしたけど失敗した証拠です。さらに、この陽線はサポートラインにすら届かずに下髭を作っているので、
売りの力が明らかに弱まっていることを示しています。加えて、サポートラインのあたりで、下髭を伴うロウソク足がこれだけ続けば、買いが入りやすくなります。この流れから、次のロウソク足で買いエントリーが可能です。この時の損切り位置は、サポートラインを下へ抜けた場所になります。ここを下へ抜けると、5分足で下落トレンドができるからです。また、下髭を作ったロウソク足がこれだけ続いた状態で、サポートラインを下へ抜けたら、買っている人たちの損切りが出て、一気に下がる可能性もあります。利食いに関しては、ひとまず、1時間足の直近の目立った高値でいいでしょう。直近の目立った高値を上抜けると、目立ったレジスタンスがないので、大きく伸びる可能性も普通にあります。だから、利益を伸ばしたい場合は、直近の高値で利食いをせずに、そのままポジションを持ち続けてもいいです。ではその後の動きを見てみましょう。利食いになった後に大きく伸びていきましたね。直近の高値を上抜けると、目立ったレジスタンスがないので、やっぱり伸びやすいですね。もし、今回お伝えしている、ロウソク足の髭を考えながら利食いをしていくとなると、この画像の黄色丸あたりでしょうか。まず、直近の高値を上抜けた後に、一旦戻ってきていますよね。この作業を見ると少し怖く感じるかもしれませんが、髭で決済判断をするところで解説したことを思い出してください。まず、上髭を作っていないですよね。ということは、上がろうとして失敗した合図がまだ出ていないので、買いポジションを持っている人たちは、そこまで利食いをしてきません。また、逆張りで売りを狙っている人たちも、売りで入りづらい状況なので、まだ積極的に売ってくることはしません。よって、一旦下がったとしても、押し目買いが入る可能性の方が高いので、この下げで焦って利食いをする必要はありません。実際にチャートを見ても、押し目買いが入って上がっていますよね。そしてそこからさらに上がっていったところで、上髭予線が出ていますよね。ここだと、上髭が出ることで、上昇の力が弱ってきた合図になるので、買いポジションを持っている人たちの利食いが出て、逆張りの売りも入りやすくなってきます。そのため、この辺りから下がり始める可能性が出てきたので、上髭を見たら利食いでもいいかもしれませんね。こんな感じで、ロウソク足の髭を意識することで、いろんなトレード場面に活用することができます。もちろん、毎回このようにうまくいくわけではありませんが、意識しておくだけでも、異変を敏感に感じ取れるようになります。そしてこのことが、トレードの幅を広げたり、精度のアップにつながっていくので、ぜひ、ロウソク足の髭も意識してチャートを見てみてください。まとめ。今回は、ロウソク足の髭についていろいろとお伝えしてきました。ロウソク足の髭は意外に軽く見られがちですが、大衆心理を考えていくと、トレードにいい影響をもたらしてくれます。ですから、トレードの精度を上げたい場合は、ロウソク足の髭にも注目してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。